こんにちは。大工のしゃやんです。前回で解体ができたんでね、まずはこの基本となるその床の下地ですね、大引き、根段をやっていきます。新築もリフォーム現場もまずは床からですね。特にリフォーム、古いのなぶるには絶対レーダーはいりますね。これがなかったら絶対リフォーム現場は始まりませんね。まず最初に家全体の水平を確認します。ゴムはい、やっぱ6分で、これ今レーダーを置いてみたんですけどね、この建物はね、方向はもう全然狂ってないんですね。これが6分18ミリから20ミリ下がってます。やっぱ18から20下がってます。こっちへ下がってこっち側へ下がってたんですね。要はこの既存の式のこの高さだけを合わせればいいということね。この狂い方ぐらいはこんなもん。それね、50年まあこんな感じですね。本当はね、大黒とかこういうのもっと下がってると思ったんですけども、割とこの石場の上って思ってるよりは狂ってませんでしたね。普通は本屋のこう利き柱が下がるのが本当なんですけどね、一番2のかかっとらんようなゲアがこう折り金下がったよね。だからこの銅のコーナーによって地盤がこう下がったんかもしれませんしね。おじさんね、高さについていろいろ言ってますけどもね、結局古い部分に合わせる部分は水平狂ってなかったんですね。新しく床を張る両端については下がってたんです。これが逆でしたら、もうこの古い式に合わす、そこが水平狂ってたらチャガチャガになってしまうんですよね、残す部分が。で、大黒小黒この辺がね下がってないっていうのが本当に一生懸命ついたんでしょうね。周りはやっぱ布ぎそですから、布ぎそやけ大丈夫やなっていうことで地盤も緩いんですけど、やっぱしこの職人の気の緩みというかね、それがあって布ぎそが下がってしまったよね。それでは枝掛け大引きをかけていきます。部屋の周りに土台がないっていうことはね、なかなか普通の床の組み方では下地ができないんですね。土台があって根段掛けを打てる、土台がないんですから根段掛けは打てません。土台のないとこはやっぱし部屋の端部分でも大引きを使わんとダメやってことなんですね。建物の芯ではないんですけども、何箇所かは土台のように大引きを使って入れていきます。まずは根段掛けと大引き兼用で部屋の輪郭を作っていきます。それに土台みたいにね、900ピッチで大引きを彫り込みます。これさえぐるり入れてまえばね、そう新築とは変わりません。これに大引きをかければいいんですからね。厄介だったのは使い石ですね。自然の石を使ってあったんです。それがまあ大きかってね、自然の石の上にねこのプラツカ立てるわけにはいきませんから、家の中から出さなあかんってことでね、それが大変でしたね。今度はコンクリの少し小さめになりますけども、新しい使い石に変えます。同じように900ピッチで三尺間に並べていきます。
このお宅のいいとこはね、本当にこの岩鎖土なんですけども、全然湿気てないんですよね。ピッケルでちょっと掘ってもね、全然湿気はありません。ですからシロアリもね来てないんですね。その点良かったですね。40年ぐらい前はね、使い証こうやってつきましたね。これをね、重い掛け矢で叩いた場合は使い石割れるんですよね。振動ささずに長い木の小口でね、こういう風につくと結構締まってくれます。父ちゃんのためならええんやこら、母ちゃんのためならええんやこら、もう一つおまけにええんやこら。やりすぎましたね。家の外回りにはね、チカッとした土台があります。それもね、栗を使ってありましたね。木柄は少し細いんですけどね、栗のしっかりした土台です。その土台にね、外回りは大引きをかけてきます。リフォームの場合はね、大引きの長さ取るにしてもね、一本一本違うんですけどね。でもこの大引きが入ってしまえばね、うまいもんです。土台ができたのと同じですからね。大引きを止めるときはね、基本横からのビスで止めてやります。そして根太を打つ前にプラツカをはめてしまいます。プラツカ楽になりましたよね。この古い床を外した時はもちろんね、杉の塚が立ってたんですけどね、それも全然シロアリも何にも傷んでませんでした。プラツカのいいとこはネジ式になってるってことはね、ジャッキ代わりになる。上げ下げが自由に。黄色塚ですとね、なかなかこの寸法取りが難しいです。一本効きますとね、もう周りが全部浮いてしまうんですね。こっちが効いたりあっちが効いたりしてね、9本入れるのに本当に1時間ぐらいかかります。そしてシロアリが来ない、半永久的に持つ、まあいいとこ尽くしですよね。プラツカでなくて構成塚ってもあるんですけども、自分は1回しか使ったことないんですけどね、どうしてもこの構成塚は自分はちょっと苦手ですね。そして根太を打ってきます。根太は45の60、1寸5分の2寸ですね。それを正使い、60使いで使います。ピッチはね、どれだけって決まってないんですけども、床板が30ミリの杉の根太レスを貼ります。床板は1枚もんで届きます。ですから平均360ピッチぐらいで打ってきます。大引きの間隔がやっぱり1メーター超えますとね、ちょっと根太がしわみますね。そんな時はこの1本裏に根太を沿わしちゃうだけでね、しっかりしてくれます。そして高さを見ていきます。高さはね、レーザーと糸で見ていきます。まずレーザーで四隅最終確認して、そして自分は真ん中に糸を張ります。糸で高さを見ます。レーザーは飛んでるんですから、そこで差し金を当てればわかるんですけども、飛んでても見えないものよりね、やっぱり糸張って見えるものに合わせる方がなんか楽ですよね。とにかくまっすぐか高くても2ミリぐらいですね。下がってるのは良くないですよね。
この本当の最後にプラスカの根元にボンドをつけます。ボンドもね、後から塗る方法ですから少し多めに塗っておきます。これでキッチンと今の床の下地ができました。これで水平になってね、気持ちよくなります。以上、大工翔平でした。